電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。今回のお話はですね、いろいろ私のところに怪談話であるだとか、あるいは不思議なことが起こりましたよなんて話をいろいろいただくんですが、いただいてるうちに、この場所の話、またこの場所の話、その場所でいろいろな不思議なことが起こるという、特定の場所が出てくるんですね。統計学的なもんですけれども。で、今回のお話は、そんな、京都のとある、大きな交差点の話なんですけれども、そこで起こったお話をお話しさせていただきます。この交差点ではですね、いろいろと不思議な、こんなことがありました、あんなことがありましたって、よく耳にするんですが、ちょっと場所は言えないんですけれども、もうね、観光で来られると、おそらく皆さんもそこは必ず通られる場所ではないかなと思われるぐらい、昼間本当にたくさんの方がその交差点を訪れるんですね。で、その交差点の近くには、いわゆるお土産物屋さんの、売ってる、通りがあったりですね、アパレル関係の、服屋さんですね、がいろいろ建ってたりするので、本当に昼間は人通りが多いんです。この交差点で起こったお話なんですが、あるアパレル関係の仕事をされてるある男性がですね、いわゆるそのお店、勤めてられるお店には、早番、遅番というのがあるそうなんですけれども、この男性がたまたま遅番の時、いつも商品の入れ替えとかいろんなことがあるそうなんですが、それが終わって帰られると、夜の11時ぐらいになるそうなんですね。で、これ、昼間は本当にたくさんの人がいるのに、夜の11時となると、さすがに人がほとんどいない。で、あんだけ昼間はたくさんの人が渡ってたのに、この時間になると本当に人が少ないなといつも思いながら、ずっと見てると、この横断歩道の向こう側に数人の人が信号待ちしてるんですね。で、あの人たちもこの時間まで働いてるんだなとなんとなく思ってると、一番端っこにいたある男性が、揺れてるそうなんです。くねくねしてるんですね。で、あれ？あの男性、そうか。なんか音楽でも聴いてるのかなと思ってよーく見ると、くねくねした後、ずーっと横断歩道を渡り始めるそうなんです。で、思わず、信号を見ると赤信号なんです。赤信号なのにもかかわらずずーっと渡るそうなんですね。で、おいおい、危ない危ない。確かに大きな交差点ですから、車が 100% 来てないのは確認できるんですが、止まってる車が急に走り出したりすることもあるかもしれないんで、危ないなと思う反面、この男性、恥ずかしいやつだなと思ったそうなんですね。で、一言注意をしてやろうと思ったんですけれども、この男性すっとどっかへ消えていったっていうんです。何が恥ずかしいかって言いますと、私たち日本人は特にルールをきちっと守る民族だと言われたりしますけれども、たとえ、車が来ていないと分かっていても赤信号の時には渡らない。ね、車が来てないからといって、こんな特に大きな交差点ですから、渡るのは、みんなで決めたルールを破るようで、やっぱり恥ずべき行為だとこの男性は言うわけです。ですから、さーっと赤信号の時待ちきれずに渡ってたあの男性を見て、なんとなく嫌な気持ちを持ったそうなんですね。で、この男性がずっとどっかへ行った後、もう一度横断歩道を見ると、他の人たちはその男性が渡ったのを見ても、止まってられるそうなんです。で、きっちり青信号になると渡り出す。なんとなく、あの男性には腹を立てたんですが、他の人たちはちゃんとルールを守る素晴らしい国だなと思ったそうです。で、そんなことが、実は次の日、また次の日も、なんか同じようにこのくねくねの人がいつもいるそうなんですね、その時間。で、よく考えると、その方も、近くのお店で働いてて一緒の閉店時間であれば、いつも渡るのが一緒になるのは当然かなと思うんですけれども、このくねくねしてるのがいつも気になるそうなんです。で、見てると、やはりいつも赤信号で、わーっと渡るそうなんですね。一度注意してやろうかな。いやでも、注意してなんか下手に揉めるとなんか嫌だなとかいろんなことを考えながら、で、お店に行った時にこの話を同僚にしたそうなんですね。いや、いつも交差点でね、くねから体をこうしてる人が夜いて、いつも信号を守らず赤信号でもうちょっと待ってれば青に変わるのに、いつも渡る奴がいる。どう思うなんて話を、同僚にしたら、同僚の女性の方が、
もしかしてそれってお化けじゃないですかって言うそうなんですよ。で、このお話をしてくださった男性っていうのは非常に体が、がたいが良くてムキムキの、体を鍛えてられる方なんですけど、何も怖いものはない。でも、唯一怖いのがお化けなんだそうです。だからこれを同僚にした時に、もしかしてそれお化けじゃないですか？あの交差点で事故に遭った方が夜な夜な出てるんじゃないですか？まあちょっと冗談っぽく言われたそうなんですけども、なんとなく怖くなって、いや、そんなん言うのやめてくれよって思わず言ったそうなんですね。で、それを言うと、なんかみんなが笑ってたそうなんで、あくまで冗談でそれは、おっしゃったそうなんですが、店が終わって、いつものように、帰り、その横断歩道まで行きますと、またこのくねくねした人がいる。その時に昼間の話を思い出したそうなんです。あれもしかして、事実いる人間ではなく、実はお化けじゃないかな。あ、怖いなとなんとなく恐怖を持ったそうなんですけれども、じーっと見てると足もあるし手もあるし、うっすら向こうが透けてるわけでもない。確実にあれは人だな。それが確認できて、あ、やっぱりあんな話嘘だなと思ってるとまたやっぱり赤信号でスーッと渡り始める。今日こそちょっと注意した方がいいかなと思ったそうなんですけれども、斜め横断のようにしてスーッと行かれたので、もう声はかけなかったそうなんですね。で、そのまま家に帰られた。で、家に帰ってしばらくまた考えてると、いや、たまにはっきり見えるお化けっていうのも聞くしな。なんとなくまたそんなことを思い出して怖くなってきた。で、そのまま寝たそうなんですね。寝るとこんな夢を見られたそうなんですが、どんな夢かって言いますと、ちょうど自分が帰り11時頃、横断歩道に立ってる。そうするとやっぱり向こう岸でくねくねした人がいる。その人が赤信号なのにスーッと渡ってきた。あ、またあいつ渡ってきたな。注意してやろうと思ったそうなんです。そうすると、脇に止まってた白い車が急に急発進して、わっとその男性めがけて車がスタートしたそうなんです。危ない。注意するどころか危ないと思って、そのくねくねしていた男性を助けようと思って、ドーンと押したら、そこで夢から覚めたそうなんですね。で、ああ、よかった。あの男性救った。いや、待てよ。やっぱり、安全確認したとはいえ、急発進する車がいるかもしれない。だからやっぱり危ないぞと、ちょっとその夢が覚めてからも思ったそうなんですね。で、そんなことを考えながら次の日も仕事に行って、帰り夜の11時頃になって、さあ帰ろうと思って横断歩道に立ってると、向こう岸にやっぱりこうくねくねした人が立ってるそうなんです。ああ、なんかやっぱりあの人いるな。でもさすがに今日は注意しよう。そして昨日の夜あなたが事故する夢を見たんですよということを伝えて、危険だということを伝えよう。そう思ったそうなんです。で、その男性をじーっと見てるとくねくねした男性がパッとこっちと目が合ったそうなんですね。そしてずーっとこっちを体をくねらしながら見てくるそうなんです。で、その男性、もし揉め事になっても、相手に怪我せずに取り押さえる自信もあったそうなんで、よし、目があったから、このまま自分もまっすぐ行って、この男性を注意しようとすると、その男性がずーっと、斜め横断ではなく自分の方に向かって歩いてくるそうなんですね。で、男性も青信号を待って、青信号になったら行こうと思ったら、そのくねくねした男性が渡り始めてしばらくすると、信号が青に変わった。ちょっと早歩きでその男性の方に向かって歩いて注意をしてやろうと思ってずーっと行くと、その男性がまっすぐ来ますから、よし、ちょうどいいと思って、ちょっと待て。お前いつも赤信号で渡ってるよな。俺昨日夢で見たんや、あなたが引かれそうになったところを夢では助けたんやぞって言うと、この男性が、ああ、夢ではありがとう。でもね、死んでるから大丈夫って体をくねらしながら言うそうなんです。その時にゾッとしたそうなんですね。死んでるってどういうこと？なんとなく近くまで来たこのくねくねした男性を見ると、どうやら透けて見えたそうなんです。あ、やっぱりこの人は死んだ人かと思ったんですが、いや待てよ。この男性が行きかけたその後ろ姿に、ちょっと待て。死んでるかもしれんけど、ルールは守れって言って怒ると、その言うで振り返って、ごめんって言って消えていったそうなんです。それ以来、この男性と会うことはなくなったというお話をお聞きしました。で、これ私の、ここは想像なんですけれども、
くねくねされてたってこの男性おっしゃるんですけど、もしかすると、このくねくねって見えただけで本当はくねくねされてなかった。いわゆる、道路が暑い時、蜃気楼のようなものがふーっと上がりますけれども、もしかすると、この交差点、時空をちょっと歪む時があって、その男性が聖者の世界に来てたんではないかな。その時にちょっとくねくね見えたんではないかなと私は思うんです。なぜかと言いますと、この交差点、本当に不思議な目撃例や怪談話のようなものが多いんですね。だからもしかすると、なんか時空が一瞬チェンジするのかなと、思ったお話でございました。なんか不思議なお話なんですけれども、非常にこの男性の言うことを私わかるなと思うんですね。確かに、私たちはルールを守らなくちゃいけない。で、ルールを守ってない人を見ると、やっぱり、注意した方がいいのかなとか、いろいろ思いますね。で、かえって、この男性は非常に、体の大きい、力に自信のある方ですから、何かあっても、大丈夫だったんですとはおっしゃってましたけれども、もう私なんかもね、たまに見かけると、やっぱり注意した方がいいかなと思うシーンも確かにあります。確かにあるんですが、なかなかこれ注意すると、かえって揉めてしまったり、かえって悪い方向に行くこともあるので、私はこういうふうに思うんですね。赤信号を渡られるとき、安全に渡って、行ければいいんですけど、何かあるとさらに時間もかかりますからね。だから、その人にはその人の理由がある。分かった上で、もし、近くに車が止まってると、こういうこともありますよ、というふうなことを、やんわりとですね。あまり高圧的に言うんではなくて、みんなで決めたルールですから、一応守りましょうとかっていうふうに、あまり高圧的に言うんではなく、優しくお互いが、なんか納得できるように言わないと、下手すると正義を違う正義によって、傷つけてしまう。やがてそれは両方とも悪になることがありますので、こういった場合は本当によくよく考えて、私たちは行動しなくちゃいけないなというふうに思うんですね。でも、よくよく考えてもこれ、答え出ないですね。どちらが本当の正義なのか。こういう時に何が一番必要なのかというと、実は宗教なんですね。お経にどう書いてあるかということを考えて、注意するべきか、注意しないでおくべきかを、考えなくちゃいけないんですね。で、この道徳的なものの指針になるものを、できればお経というものに、関連づけて考えないと、答えは出ない。さて、今回、赤信号を無視した人、注意すべきか、すべきでないかは、お経の中にもちろん答えはあるんですが、皆さんにも、一度考えていただいて、答えを出していただけたらなというふうに思います。ということで、ちょっと答えは出さないまま、今回は終わりにさせていただこうと思います。どうもありがとうございました。